連携住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。皆様はですね、他人に手を挙げられたことっておありですかね。もう私なんかはほとんどというかもう思い出そうとしても子供のね、頃は、友達と喧嘩になったりってことはありましたけれども、なかなかないですよね。特に成人を迎えた後っていうので、人に何かをするなんてことは皆さんもないとは思うんですけれども、これある男性の方からお聞きしたお話なんですけれども、この男性って言いますのがですね、結婚されてお子さんが一人女の子がおられるんですが、まだ、小さい、お子さんなんですけれども、この男性実はね、奥様によく手を挙げられるんですよ。で、非常にこれ奥様はもちろん困ってられますけれども、お子さんもそうですね、もう泣いていつもママ叩かないでっていうふうにいつもなるそうなんですけれども、これ一番後悔して何とかしたいなと思われてたのが実はご主人なんですね。うちへ来られてですね、ご主人がどうしても家にいるとイライラするっていうんです。そしてもうあげたくはないんですけれども、奥様に手を挙げてしまう。で、それを止めに小さな娘さんがパパやめてって来るそうなんです。で、さすがにお子さんに手を出されることはないそうなんですけれども、かわいそうな思いをさせてるなと思いながらも腹が立つっていうんですね。で、これどういったことに、なんか腹が立たれるんですかお聞きしますと、おいちょっとビール持ってきてくれ。こういった時に、はい、1本でいいですか？当たり前やろって言って手を出すそうなんです。これ奥様にしたら、1本持っていきましょうか、2本持っていきましょうかって、親切でおっしゃってるにもかかわらず、いちいち聞かんでもわかるやろってなるそうなんですね。で、お前いい加減にしろ、1本に決まってるやろって言って立ち上がって、いきなり、奥さんに手を挙げてしまうそうなんです。で、手を挙げながらもどっか冷静な自分がいて、なぜ自分は奥さんを殴ってるんだろう。こんなことしてはダメだとどっかで思いながらも止まらないそうなんですね。で、自分っていうのはひどいことをしてるな思ってちょっと落ち着くと、今度奥さんに謝らなくちゃいけないということで、さっきはごめんね。なんで怒ったか自分でもはっきりしてない。もしかするとなんか悪い例でも乗り移ってるのかと思うぐらいに、自分が抑えられないんだ。ごめんねごめんねって謝ると、奥さんも許してくれるそうなんです。で、こういったことよく聞きますね。なんか手を挙げた後に優しく接する。で、この繰り返しっていうのは非常にずっと終わることがないんだなんてことを聞きますけれども、この男性は、実は殴る方にもそういった思いがあるんですということを、私に、訴えてこられまして、そしてこうおっしゃるんですよ。どうかもしかすると私に何か悪い例がついてて、それがそうさしてるんじゃないかな。一度見ていただけませんかっておっしゃるんです。よくおられます。こういうご質問もよくいただくんですけど、99% 私答えは一つですね。例のせいなんかではありません。その方のせいです。その方がやはり自分で自制心がないことによってそうなってるんですね。もっと言えば奥様に甘えてしまってるのかもしれません。自分が思い通りに周りの人が動いてくれなくちゃ気が済まないだけ、そういったわがままな精神がそれを起こしている可能性もありますよというふうにお答えするわけです。もちろんこれ全くそのせいだけじゃないこともあるかもしれませんけれども、99% 私はそうかなというふうに思うんですね。そんな話をこの男性にしますと、いやそんなはずない。三木住職、お経を読んだら何でも直せるんでしょ、直してくださいよって言われましてね。いやいや、お経を読んだからといってこれが解決するわけではなくて、ご自身がやっぱり改心していただかないと難しいですよ。そう話をするんですけれども、これが改心するにはどうしたらいいかとかって言って、どんどんつながっていくと、やがて感情的なものを抑えるっていうのは、理性ではなかなか難しくなってきたりするんですね。で、なかなか私も説明して、もちろんこのご主人も苦しんでられますからね。で、このご主人の苦しみも何とかしてあげたいなとは思うんですけれども、自分で自制心持ってくださいっていうだけで、なかなか解決につながらなかったんです。そんなある日ですね、
奥様から電話いただきましてね、奥様がこうおっしゃるんですよ。いやー、大変なことになりましたって言ってね、電話先で。で、どうされたんですか？主人が亡くなりました。こうおっしゃるんです。私びっくりしましてね、ご主人どうされたんですかって言うと、実は車で事故して、意識不明の重体で病院に運ばれたそうなんです。しかも、病院に運ばれた後、数分して、心臓が全く動かなくなったそうなんですね。心肺停止の状態になった。そしてその直後に私のところにお電話くださった。で、そうでしたか、ご主人そうなんですね。そんな話をしてますと、しばらくすると、また、電話を切った後、すぐぐらいにお電話いただきまして、三木住職、旦那が息を吹き返しましたっておっしゃるんですね。医療の先生方の力でですね、心臓マッサージとかいろんな処置をしたおかげで、息を吹き返されたそうなんです。で、うわ、よかったですね。と言いながらも、またこれちょっと複雑な気持ちが私の中にあったんですけれども、でも、一命取り留めたことは非常に尊いことですからよかったですね。そう私は電話でお答えしたんです。それからしばらくして、このご主人、退院されまして、そして奥さんと子供さんと3人でお寺に来てくださいましてね。いやー、三木住職、もう私大きな事故で長期もう入院してたんですけども、なんとか今命をいただいて、大変神仏に感謝しております。こんなことをおっしゃるんですね。で、そうでしたか、よかったですね。よかったんですけれども、その後どうですか、イライラは止まりましたか聞きますと、奥様の方が、いやー、ご住職、実は今回この報告をしたくて来たんですっておっしゃる。どういうことですか？実は事故以来、退院してから、ご主人の性格がガラッと変わったそうなんです。一切イライラする素振りも見せませんし、もちろん手を挙げることもなくなった。お子さんもパパ優しくなったよなんてことを私に言ってくれてましたけれども、どういうこの事故がきっかけで何があったのかな。お話を聞きますと、ご主人こんな話をしてくださったんですね。実は車で事故をされるわけですけれども、意識がなくなって車の中で自分が血だらけになっている姿をちょっと上から見てるそうなんです。もちろん車には屋根がありますからね、中見えないはずなんですけれども、なぜか自分の魂なのか何なのか幽体離脱のような状態で上へ行って車の屋根が透けて自分の姿が見えるそうなんです。血だらけでハンドルを持って倒れてた。なんとなく上見ながら自分で、こんだけ血が出てると助からないな、そう思ったそうなんです。その瞬間、スーッとまたさらに上へ移動したそうなんですね。で、っと上へ移動する瞬間、さーっと霧の中を抜けるそうなんです。頭の中でなんとなく、なんか雲の中を抜けていくんだなというふうに感じたそうなんですけど、それからスーッと抜けると、霧がやがて晴れます。晴れて、そこは美しい青い床が広がっているところに出たそうなんです。自分は死んでしまったか。ここが天国なのか地獄なのかはわからないけれども、いわゆる死後の世界っていうものがあるもんだなと思って。で、死ぬと人間こんなところに来るのか。たださて、ここからどこへ行けばいいのか。自分で考えてられたそうなんですけれども、どこまで行っても一緒の景色なんだそうです。これ、死んだ後人間はこれどうやってどこに向かうべきなのかな、思いながらうろうろしてますと、一人の子供がタタタタと走ってきたそうなんです。年の頃、小学校の低学年ぐらい、ちょうど自分の娘さんぐらいの年齢の男の子が走ってきた。そしてこう言うそうなんですね。見上げながら、おじさん、僕が連れてってあげるね。そう言うそうなんです。で、そう。君連れてってくれるの？うん。でも、おじさんを守ってあげなくちゃいけないから任しといてなんてことを言うそうなんです。で、思わず男性がですね、いやいや、君を守るのが僕ならわかるけども、君が僕を守るっていう逆さじゃないみたいな話をしても、いや、おじさんのことを僕頑張って守ってみる。そう言うそうなんですね。そうするとまた次、高校生ぐらいの男の子がやってきて、一緒のことを言うそうなんです。私も、あなたを守りますんで、みたいなことを言ってくるけども、いやいや、どう見ても自分よりも年下だし、僕が守るならわかるけど、君たちが守ってくれるの？そんなことを言ってるうちに、どんどん子供たちが
女の子もやってきたり、いろいろ若い人たちが来るそうなんですね、周りに。そしてみんなこう言うんですね。これからおじさんを守ってあげるから、安心してね、そう言ってくれるそうなんです。ただこの男性、いやいや、君たちみたいな子供に守ってもらう必要ないよ。僕しっかりしてるから大丈夫大丈夫なんてことを言うそうなんですけれども、そういう話をしてると一人の、高校生ぐらいの男の子がこう言うそうなんですね。いや、おじさんね、これから1週間ごとに裁判を受けるよ。そう言うそうなんです。で、何の裁判？俺なんか悪いことした？いや、人間は死んだら必ず裁判を受けることになるんだ。そんなこと聞かされるそうなんです。そして裁判の結果でこれから行く道が決まる。いわゆる天国へ行くか地獄へ行くか。それが決まるというふうなことを聞かされるそうなんです。そして男性、自分の人生考えてみるとあまりいいことしてないんですね。ましてや結婚してからはもう奥さんに手を挙げるような男性でしたから、これは困ったな。もしかすると自分は地獄に行くことになるかもしれないなと思ってると、また小さい男の子女の子が大丈夫大丈夫、おじさんのために裁判がある時には僕たちが弁護するから、おじさんも絶対いいことしてるはずだから僕たち任しといてなってことを言ってくれるそうなんです。その話を聞いてるとだんだん自分が悲しくなってきた。ああ、本当に死んだんだな。奥さんには悪いことしたな。娘の顔ももう見れないのか。だんだん落ち込む。で、そこでふと気づいたんですけれども、ここに集まってる子供たち、この子たちは一体誰なんだということで、君たちは誰なのって聞くと、僕たちももう死んでるんです。そう言うそうなんですね。で、君みたいな小さい子もそう言うと、僕、ママと別れて走ってる時に車にひかれて死んじゃった。そんなこと言うそうなんです。君は？私は病気で死にました。そんなことを言うそうなんですね。今この男性の手伝いをしよう、守ろうと言ってくれる子供たちは、全てもう亡くなった魂なんですよね。それを聞くとこの男性、だんだんと悲しくなってきた。いや、君たちいいよいいよ、僕みたいなろくでもない大人のために頑張ってもらわなくても大丈夫。そんなことを言うと、いや、僕たちは、早くに亡くなってしまって、いろいろ人間界で学ぶべきことも、少し時間が短かったんで、実は今、神様の手伝いをしてるんですよ。明るくそう言うそうなんですね。それを聞いてると、この男性、だんだんと涙が溢れてきた。いやいや、君たちみたいな、もう、綺麗な魂に私は救われるような、弁護してもらうような、人生を送ってないんです。私は非常に悪い人間なんです。だから君たちはどうかもう僕のことを忘れてどっか行って、そう言うそうなんですけれども、おじさん安心して。僕たちが守るから、そう言ってくれる。ありがとうね、ありがとうね。そう、もう本当にもし私が息を吹き返して、また人間界にもし戻れるようなことがあったら、その時は死ぬまで善人で暮らそう。そう思ったんですけれども、時はもうすでに遅いと。自分で思ってられた。その瞬間、わっと体がエレベーターで高速エレベーターで下がるように、さーっと下がっていったそうなんです。そして気がつくと痛みを感じた。痛い！車の中にいる自分が一瞬パッと頭の脳裏浮かんだと思ったら、次の瞬間、不思議なことに病院のベッドに寝てたそうなんです。で、生き返ったって自分で思った瞬間、先生方が心臓が動き出したとかって言ってたそうなんです。で、この体験からこの男性、もう一度自分は命をいただいたんだ。若くしてもう死にたくもなかった老に亡くなった人たちがいる。その人たちの分も自分は正しく生きなくちゃいけないということで、今実はですね、いろんなボランティア活動をしながら、お仕事ももちろんされて、そして、ご家庭も、もう笑いが絶えないご家庭を今作られているというようなことでございました。私たちもそうですけれども、いつ死ぬかっていうことはね、これも人間誰しもわかりませんし、いつ死んでもいいように、いつお迎えが来てもいいように生きるということが、私たちにできる最大のことかなというふうに思いますので、できれば善をたくさん積んでですね、あの世へ行きたいなというふうに思います。
ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。